どうも、フィッシャーズシルクロードでございます。そして、コラボ相手の方はこの方でございます。はい、お世話になっておりますやる霊媒師飯塚優衣です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年2026年に入ってからちょっとね、いろんなことが、僕の方にも起きてて、実は X の方 DM をいただいて、はい、僕に降りかかってることがちょっと多い時に DM が来て、で、ちょっと大丈夫ですかということもあって、今、言ったらもう本当に緊急状態で動画を回してるっていう感じなんですけど、その文面が結構恐ろしい内容が書かれてたんで、ちょっとどういうことかっていうのが僕わからないんで、はい、お話だけしていただいてもいいですか。今僕はどういう感じなんですかね。いろんなことが起こりました、大怪我しましたっていう動画からなんですけども、はいはい、なんかちょっといつものシルクさんじゃない、もうパッと見た瞬間ですね、はい、感じがするなと思ったら、お話の内容が、怪我だけじゃない、ちょっといろいろ重なって、そうですね、はい、珍しく3体ついてたんですよね。多いっすよね。3体関係性がないもの、もう言ってしまえば資料というか、はい、あれこれシルクさんか、もしくは周りの方で、結構こういろんな気の流れが変わった方がいらっしゃって、全体的に気の流れが変わったから、ちょっとこうなんですかね、閉まってた扉が開いている状態というか、要は結界が緩やかになっている状態なのかなと思って、ちょっとそういういつもと違うつき方をされてたんで、いろいろ大丈夫かな、なんかこうシルクさんだけじゃなく周りもですし、なんかその周りの方との足踏みが、みんなこう頑張って揃えようと向かってるんですけど、揃えられてない、なんかこう一斉ので一緒にジャンプしてるはずなのに、違うところに着地してるような流れになってたので、シルクさんだけだったら正直結構いつもポンで抜けるから安心なんですけど、全体を感じたんですよね。なんで、全体的に大丈夫ですかっていう意味合いのメッセージっていうのがありまして、いや、今年入ってから結構散々な目に遭ってるんですよ。今動画でまだ言ってないんですよ。言ってなくて、でこの動画出る頃には多分もう言ってると思うんですけど、まずもちろんもう治ってるんですけど、僕その今年に入ってまずなんですけど、インフルになったんですよ。まず、ここスタートだったんですよ。まずそうですよね。インフルになって、で本当に久しぶりですよね。もう全然かかってなかったんですけど、インフルにかかって節々いて、で、高熱出て、いや動けねーってなって、でもそれも治って、で家族に、それを移すのが嫌だったんで、僕は自分の家がもう一個あるんですけど、じゃなくてこっちで、寝泊まりみたいな感じで、ほんと隔離して家族守ろうとなって、だからその時は僕だけしかかからなかったんですけど、僕だけインフルかかって治ったと思って、治ったじゃあ復活だっていう撮影で僕左足やってるんですよ。復活してすぐですよね。復活してすぐにそのホラー鬼ごっこっていう撮影の時に、ちょっと大怪我をしてしまったと。その動画をね、個人チャンネルの方では僕上げたんですけど、てか普通にホラー鬼ごっこ出てるんで分かると思うんですけど、撮影中にスモークっていう要は煙が焚かれてる部屋があって、それが気温が低くて相性悪くて結露したんですよね、床が。でそれ気づかなくて、もう鬼来たんで全力で逃げようと思って一旦逃げて、後ろ振り向きながらこうやって逃げてたら、足首がこの真横向いたんですよ、グリッて。その時ブチブチってなって、やばいって思って物陰に隠れたらもう激痛走ったんで、もうちょっとやばいかなと思って、で後日その鬼ごっこやり遂げちゃったんですけど、しっかり最後の最後までやって、でその日もうちょっと、痛かったんですけど、一旦次の日行こうと思って病院行ったら、筋肉が骨からこうブリッてこう剥がれてるみたいな状態で切れちゃってて、日常生活も結構大変になっちゃって、イベントとかもそれで出たりとかね、松葉杖つきながらっていう生活をやってたんですけど、その最中うちの奥さん、そして子供2人がいきなりこう風邪になって、全員またそれインフルと別ですよね。別です。で風邪になっちゃったんですよ。子供の方がもう本当に多分急激に熱がダンって上がったんですね。上がって一瞬気失うっていう風邪になって、で
僕は一応映らなかったんですけど、みんなの看病しながらで、本当鼻水垂らしながら熱出しながらみたいな状態だったんですけど、でうちの奥さんのユンちゃんが私多分大丈夫だと思うみたいなって言いながらも風邪にはなってたんですよ。いやでもそんなにひどくないと思うって言ってたら、子供2人が治った後に朝起きてきて「おはよう」って言ったら「あや」ってなってて「あれ声出ないね、どうしたの?」って言ったら病院に行ったら急性声帯炎っていう、要は声が出なくなっちゃうやつに、かかってて、もう日常生活も喋れないんで、もうなんかこうアプリを使って読み上げ機能みたいなのついてるやつがあって、それで会話したりしてたんですけど、声帯炎になってついてないね今年はと。で本当に細々日常のやつでついてないエピソード、その時からもうすでにめちゃくちゃ多かったんですよ。海外に行こうって言って行ったんですけど、海外行った時にそれ用のなんかいろんなものを物品を準備してたんだけど、なんか都合が合わずに届かなくなっちゃったりとか、そうだから日常的にそういうちっちゃいなんかそういうのが多くて、で嫌だなと思ってたら、そのなんかいろいろとお出かけとかも行ってたんですけど、ようやく声出せるってなったんですよね、声帯炎で。声治ってきたって言って「やった」って言ってたら、うちの奥さん子供と遊んでて数字数える遊びしてたんですよ。で12345みたいなことして、うちの子供10で結構テンション上がるんですよね。10ってやったらユンちゃんの目にその手がバンって入っちゃって、でその時ちょっと爪伸びてたんですよね、うちの子。ジェーってやったらそのまま目にグッて入って押さえてたんで「大丈夫か?」って言ったら「少し指が入ったとかじゃない、結構痛い、ちょっとじゃあ病院行こうか」って言ってたんですけど、結構夜だったんでシャープ7119で緊急でいろいろと病院とか聞けるようにして聞いて、リスト化して行ける病院とか大きい病院探して電話したんですけど、全部こう「今眼科の先生手術中で入れません」ってなって、だから明日まで待ってくださいって言われて、結局待つことになっちゃったんですけど、次の日目ちょっと見してって言ったらもう2倍3倍ぐらいに腫れてて、ちょっと目痛いだろうけどごめん見してって言ったらもう涙ブワーって流れながら目見たら角膜剥がれてたんですよ。ベロって剥がれてて、黒目が半分上半分全部白くなってて、でうわっと思って、それでもう爪で多分角膜ごとベリって剥がれて、でちょっとこれ まずいわって言ってすぐ行こうって言って病院行って、もう眼帯の生活、声が出なくなったら次見えなくなるっていうのになっちゃって、で本人 ICL っていうその眼内コンタクトレンズって言って目の中にコンタクトを入れる手術をしてるから、それごと言ってんじゃないかなって言って、ちょっとやばいってもうパニックくる事件があって、で今、ようやくちょっと落ち着いてきたんですよのタイミングで育児を手伝ってもらおうと思ってうちの両親を、結構呼んで来てもらってたんですよ。そしたらうちの両親お母さんの方が子供抱っこした時に腰思いっきりベッてやっちゃって、今筋肉ちょっと痛めちゃって病院通いになって、うちの親父抱っことか遊んでる最中に五十肩みたいな感じだと思うんですけど、ちょっと傷んじゃってまた病院行かなきゃいけないってなって、もうみんな病院通いになってるんですよ今で。そのタイミングでとんでもない花粉症来て、僕もう今クマやばいんですけど、そうですね、もう目が腫れてもう本当にずっと涙流れてみたいな状態で、普通の生活が今全然できないっていう期間が今年の初めからずっと続いてるんですよ今っていうのが、ちょっと今年起きたその怪我とかそういう系の出来事で多すぎて、で確かにその足並みが揃わない云々とかもあって、今、現状なんですけど、今僕一人で撮ってるんですけど、フィッシャーズメンバー会ってなかったから僕は撮影できるんですけど、今うちのメンバーほぼインフルになってるんですよ。で僕は会ってないから大丈夫なんですけど、はい、今度今皆さんがってことですよね。そうみんなそうなっちゃってて今倒れ込んでる状態だから、フィッシャーズで撮影ができないっていう今。そうですよね。そうなんですよ。僕ご安心してもらいたいのは、僕メンバーに会ってないんで、そこは隔離されてるんで大丈夫なんですけど、大変なことになってるっていう今。一人じゃなく何人もで一斉ので誰もこう揃わないっていう感じが、多分私初めてお会いした中で今一番かなと思うんですけど、そのみんながこう合ってないっていうか、そうですね、だからなのかなんかちょっとその単純にスタジオの士気がバーンって落ちてるというか、気力を感じないというか、でそうですね、なんですかね、そのぐるぐるこう回っていくような感じの不安さ加減というか、なんか気になったんで、
ちょっとこう調べさせていただいたんですね、奥様のことを調べさせていただいたら、前役に入りましたね。そうなんですよ。厄年が女性の30代の厄年って一番長いものであって、で特にやっぱり女性でいう大役と言われる厄年のちょうどスタートに入ってしまったタイミングだと思うんですね。でその時にやっぱり一番気をつけていただきたいのが健康面っていうふうに言われてまして、で実際私も長期入院をした。そうだったんですね。はい、人工呼吸器つけて車椅子に乗ってた時がちょうどその前役だったんで、これちょっとそういう意味でもやっぱりこう私の中で一番怖いのは天中殺大殺界よりも厄年なんですよ。そうなんですね。もう神社お寺が掲載して昔のこう歴史から連なってやっぱり皆さんに注意を促してるぐらいのものなので、誰しもが来る避けられないもの、で私の個人的な意味合いとして大殺界天中殺って1年の中でもちょっとこうつまずくことが多いんですけど、でも全部が悪くないですっていうような、いいところもポイントはあるけどいつもよりちょっと悪いところも多いよねっていう年なんですけど、立て直せるみたいなことですね。立て直せるんですよ。厄年っていうのは飛ぶんですよ。全員に飛ぶ。で本人も苦しむ。で大体身近な人にこう1周で終わればいいんですけど、2周目3周目とは回ることがあって、ちょうどそれに突入したので、2月3日入って今じゃないですか。そうですね。で本当に確実に厄年、まさにもうちゃんと入っちゃったタイミングなので、そうですね。今のお話だと近い方ご家族にこう連なってきてるっていう問題点で、あとやっぱどうしてもこう噛み合わないリズムっていうのは、前役の前兆の流れっていうのがあったはずなので、それでやっぱりいつも必ず鍵を閉めて閉じてる扉がちょっと緩んで開いてたんでしょうね。だからこう入り口がご本人じゃなくても違うところからぐるーっと入りやすくなったり、それこそ人によってはなんかいつも感じないのに霊障を感じやすくなった、運も悪くなった、そして家族もなんか不運ばかりでお金に困ることや、例えば何かちょっとトラブルに巻き込まれるとか、大怪我を両親がし始めたとか、そういうことも結構普通に聞くので、霊障っていうのは結構私今回はその半分、流れが変わってしまったことでパカッといつもだったら絶対寄ってこない流れが寄ってきてる、で寄ってきてることが今までなかった気の流れまで入るようになってるんで、ちょっとダブルパンチ、いやー本当にもう、そのインフル僕の怪我からの奥さんの熱声出ないが出たあたりぐらいから、これ絶対その厄年のやつだわって夫婦でも話してて、いやそうなのかなと思って正直めっちゃ舐めてたんですよ。言うても別に、ちょっと悪いぐらいだろうと思ってたら、開幕から悪すぎるんで、こんなことをねその動画でも言ってこなかったのはあるんですけど、何とは言えないですけど、僕は金銭トラブル巻き込まれたことがあって、すごい近くてもうここ最近ではあるんですけど、それを心配してくれていろんなその僕の知人が本当メッセージを送ってきてくれて、ちょっといろいろと話したいことがあるっつって、でその人たち、めちゃくちゃいい方だったんですけど、いろいろ話してくれて、やっぱりそうだね、そういうところ引き締めていかないといけないなみたいな話をちょうど本当この数週間で話したんで、そういうのもちゃんとあるんですよね、不運として。そういうこと、怪我だけじゃなくて、そういう言った金銭トラブルもそうだし、あとそうですね、いろいろと細かいところで言ったら結構トラブル続きで、言えること言えないことがあるんですけど、言えないこととしても結構それがトラブル多くて、意図的ではないところでのこう感覚のミスというか、これいいのかと思ってた、いや違うよっていうようなミスで、無駄なお金が出てくるというか、正直もうそれがあったと思うんですけど、ちょっとやっぱりその5月7月10月ってなんかちょっとこの刻み感覚で、今言った月が気になるんですね、今年の中でも。だからその中で言うとやっぱちょっと多いじゃないですか、5、7、10って今でも起こるってことは、なんでもう本当にもう最小限にちょっと組み立てて、5って出したものだけを発表して、5じゃないものは
もう自分の中でとどめて、っていう風にちょっといつもよりもっともっとシビアに、慎重にね、慎重にやっていただけると、なんですかね、ちょっと皆さんの気力ダウンっていうところもあるので、もしかしたらガッツがあるつもりでいても、ここ聞き逃しだったりとか、言ってることの誤解をしている、で、これは OK なんだって言ったことが OK じゃなくて、それ保留だよってことをスタートさせちゃったりとかありえるので、確かにね、そうですね。っていうと、一番なんか正直耐えられるのってシルクさんかなと思うんですよ、この流れを、結構自分でセーブして、被害を最小限にしてっていうことで言ったら、今のやり方で今年は乗り切るのが、しかもシルクさんがメインでっていうのが一番、ちょっと回避できる物理的な方法、僕は言った通り大丈夫なんですよ、もう自分でどうにかするっていうタイプなんで僕はいいんですけど、いやちょっと周りとかも含めてみんなを守るためにもうちょっと、そうですね、なんかシビアにやっていかないとまずいぞで、いやついてね今年って思ってた時の連絡だったんで、いい方向に持っていかないとなっていうタイミングだったんで、そんな中で霊3体ついてるって言われたらもう多いなってなるし怪我だけで十分だったのに霊までいんのかよっていうのが今の。そうですね、ザカオさんがずっと気になるんですけど大丈夫ですか？ザカオがもそうです、それは結構ありましたね。僕メンバー以外にも、例えば今こっちはカメラ持ってるスタッフさんとかもいるんで、のこととかもやっぱ考えて、さあどうしていこうかなとか、この子たちが俺がどう思ってるか不安になる時も絶対あると思うんで、その時にどういうパス投げてあげたらいいのかなとか、今育児とやっぱ家族もあるんで時間を割くのもちょっと大変なんだけど、どっかのタイミングでその飯行こうとか飲み行こう、そういうので話せたらいいよねみたいな、くだらない話でもいいんですけど、そういうのでなんか楽しめたらいいよなっていうのを結構今年は考えて、だからほんとこの間飲み行ったもんね、これがね、そうですね、今年始まった瞬間にいろんな見直し、その中で自分の怪我とか、なんか確かに足並み揃わんなみたいなところとかもあったのが、まさにではありましたね。今言った話で言うとその通りだなと思いますね。本当なんか全部がこう気づいたらいつものルーティンとは変わってる状態ですよね。そうですね。すでにですよね、それこそ本当に運営自体に大きく差し支えになるようなことはないんですけど、単純にグループ皆さんとか、シルクさんがやりたいことが、なんかできない環境に、流れになんかこう変えられてってる感じがするというか、ここでやりたかったことが結局できない、結局おじゃんになるとか、後に伸ばされて、その時にできないとか、っていうことに今なってるからなのか、やっぱちょっとこう空気が重いんですね。で気になったのが、いつもだったらあんまり気にならないこの人形たちが、人形になんか入ってるとかないんですけど、人形に溜まってってるんですよね、気が。邪気というかよどみというか、やっぱちょっと重さというか仕事に影響出てるんだなっていうところと、あれ飲み物ですか？あれ飲み物たまたまあそこに置いただけですね。置いてるってことですよね。あそこにたまたまでもいつも置くことないと思うんですよ。一回も置いたことないです。ないですよね。お供えになってるんですよ。怖っマジでたまたまさっき置いただけですね。ここでいいやって言って、てかなんだったら別にどこでもいいんですけど、この辺にはサイドテーブルとかあるんで、そうですよね、初めてあそこに置いたっすね。あの形で飲み物が入ったまま、しかも置くっていう行為っていうのは、無意識に何かにお供えを自分がするように仕向けられてますよのサインなんですよ。でうわーってここを見て下見たらあれだったので、いつものシルクさんがやんないことをやらされるぐらいのちょっと気の流れの変動が激しくなってるなっていう。ちなみに僕そのインフルの時にメンタル的に初めてですね、本当ダーンと押して、僕1日ここで横になってました。ここで僕横になってましたね。もう動けなくて、奥さんに泣きながら電話するっていうのがあって、僕いやもう本当にそんなことないんですけど、なんか余計なことまでめちゃくちゃ考えちゃって、でもどうしたらいいか分かんなくなっちゃって、これほぼパニックみたいになっちゃったここで電話して、なんかそれこそなんかのろけみたいになりますけど、なんか僕がこう思ってるよって話とかも奥さんにしたりして、それでも切ってもなんかもう動けないみたいなのがやっぱあって、でもこの辺でずっとこう電気もつけずにってなってる時間はありましたね、マジで。森抜きでちゃんとありましたね。ここですよね。ここですね。ってぐらい今年おかしいんですよ。いやそうですね。おかしくてマジで。
おかしすぎることがちょっと多すぎますよね。そうその辺絶対ちょっと気にされる方だと思うんですよ、はい、こう丸出しでボンって置いてたら、なんかそれも今なんていうんですか、視界に入らないぐらいになってるっていうのが、ちょっとやっぱりこの感覚が変わってきてる。そうですね、なんか気力が出ないです、そうですよね。単純になんか昔本当に初期ぐらいにここで撮影させていただいた時に、いやちょっとこの辺映んないけど、俺の目に入るとなんかこう気が散るからまとめといてって言ってたのを覚えてるんで、そうです、動かせないぐらい、それこそ言ったらもっとやばい状態になってたんですよ、来られる前。もうとんでもないことになってて、それをちょっと1時間ぐらいかけてこう、ようやくちょっと動く気になって少しまとめて、でももう全部やりきれんってなって、一旦さっきねゴミ捨てたりとかね、一緒にちょっと手伝ってもらったりしたんですけど、そのぐらいここもとんでもないことになってて、実際にご自身が何かしたことも一切ないのに勝手に自信が落ちてってますよ。まあそれは確かにそうですね、まあどちらかというと不安症なんですよ、本当に。なんですけど今年は特にそれはちょっと若干強いのかなと思います。でしかも意味のないところに不安になるんですよね。そうですよね、根拠がないところに。そうなんですよ、がめっちゃ多くて、逆になんかこれ人が不安になるだろうってことに対しては自信持てるんですよ。いやでもそれは俺がこうするし、みんなでこうしていけば大丈夫だからってのはあるんですけど、目の前に何かポンって問題が来たら、結構自分で対応して乗り越えられる自信はあるじゃないですか。どちらかというと人のその後ろの背景というか、心の部分とか、本当に今この活動に満足してくれてんのかな、それともめっちゃあるっすね、俺がそれ気づけてないんじゃないかっていうそこの部分ですよね。そこに対してなんか勝手にこう自分で、そうですね、その自信です。それめっちゃありますね。ありますよね。今年はもう本当中も外もどっちも痛めつけられてるみたいなのが始まりから多すぎて、そうですよね、結構ね参ってはいますね。なんとなく今の自分、これがなんか完成形、それでもなんかこれよりまた成長するのかな、自分もこのチャンネルも、そう考えた時に、もし今完成形だったら、自分ってなんか価値あるのかなっていう、ざっくりした将来と今の自分の不安っていうんですかね、それに襲われて考えに至ってるっていう方がほとんどなんで、何が嫌だからっていうのが一人もないんですよ。それでいうと仲間思いすぎて、勝手に自分の中で妄想が膨らんでしまって、男性がやっぱりよりちょっとこう悩みそうな男としてのこう社会的な立ち位置というか、なんかそこに近いものを感じる悩み方なので、メンバー内、じゃあメンバーに対してチャンネルに対してっていうことの個人的な不満から出たっていうのはないんですよ。そこはなんかやっぱりフィッシャーズさんは、そこはもう最初と変わらず絆も強くて、みんな一人一人仲間思い変わらないんだと、本当に男に、大人の男になっていったことによって生まれた、いやマジでそうっすね、マジでそうっすね、いらない悩みみたいな、そうそれマジでそうっすこの状態で3人ついてるんですもんねそうです、それが一番嫌っすよね。もう何もついてないで、結構その厄年とかそのタイミングでやばいと思ってたんですよ。そのタイミングで3体疲れたらそれやばいやつらなんですか、その3は。吸い上げようなので、一人がやっぱり結構こう大きな影だ、人なんですけど、女性のもう亡くなってる例なんですけど、なんか覆いかぶさるようについてるので、これは吸収しようとしてるな、なんとなく上からこう見てるので気が休まらないだろうなっていう感じを感じたんですね。900万のチャンネル登録者数いってこれ悩めんのは良かったなと、なんか幸せだなとは思ってるんですけど、なんかそこでね、そのあぐらかいてっていうのが一番まずいと思うので、ちょっとこうそうですね、頑張るのもいいんだけど背負いすぎんなよっていう状況だと思うんで、もうちょっとなんか楽観的に考えていこうと思いますね。でもやっぱその姿勢の人間らしさが変わらないから、この900万人っていう方が応援してくれてるんだと思うので、去年が15周年っていうのもあったんで、そうなんですよ、それが多分気合入ったと思うんですよね。まずその僕についてる3体をどうにかしなきゃいけないと思うんで、そうですね、やっちゃいましょう。一つもないですもんね、いい例は。多分一つもないです。一つもないんだ。今ってなったのが1個あるんですけど、うちのそのユンちゃんはそれ見てると思うんですけど、見てるし知ってると思うんですけど、うちのそのプライベートの家ではあるんですけど、そっちの方に、ベビーモニターっていう、子供を見守るカメラがあるんですよ。でそれをつけてるんですけど、それの1個が子供が寝てて、それを僕らでこうリビングで見ながらご飯とか食べてるんですけど、ずっとなんか音するんですよ。
なんかが叩いてるみたいな、はいはい、モニターを叩いてるみたいなことしてて、あっつってこうやって僕らもそれ見てるんですよ。でちょっと行ってくるわって僕部屋行ってこうやって見てるんですけど、カメラが動いてるとかカメラに何か触れてるとかないんですよ。普通にただあるだけなんですよ。なんですけど向こうのモニターで見るとなんかほんと爪とかでこうみたいなのをずっと聞こえるって言ってて、その段階ぐらいから僕もうワンチャンなんかいるなとは思ってはいたんですよ。でもそんなに実害というか、はい、いきなりドーンとかなんかもう触られるとかなかったんで、まあいいかっていうので流してはいたんですよ、はい、ちょっと気にはなってたんですよ。でそれ奥さんも言ってて、あ、そうですか、はい、僕何の打ち合わせもないし今その話今思い出したんで本当にあったかどうかのまあリアリティもあると思うんで、今マジで電話しますね。その話一切してないんですけど、ありがとうございます。ちょっと一回マジで電話します。もし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 、ちょっとさ今動画撮影してんだけどさ、少しだけスピーカーでさ話せる？5分ぐらい？もうすぐ終わる。あったかどうかの話だから。ベビーモニターさ、あったじゃん。なんかさ俺らがいない時にずっとさ爪で叩くような音鳴ったりしてたよな。バチってなんかそうコンコンとかさジーとかってなんかが触るみたいな音してさ、2人でなんかいるんじゃないって話したよね。あるよ。あったよね。それ何回もある。でしょ。あるよね。だから俺に今3体ぐらいついてたっつって話になってて、その時にその話したじゃん。なんかいるかもねみたいな話したじゃん。でもさ家族で住んでるプライベートハウスの方にはいないよね、きっとっていう話はしてたよね。そうだから家の中じゃなくて多分俺にっていうのがっていうのを今ちょうど話してて、そんなことあったからちょっと今打ち合わせもないし逆にリアリティかなと思って電話しちゃった話。やたらと大きかったよね。カメラをなんか直接ガサってやった感じ、そうね。でもなんかそれが何回もありすぎて、機械の方のね、そう不調かなと思ってたけど、そういうもんなんだなって思っちゃってた。でも俺 1,2 回ぐらいさ1,2 回ぐらい俺モニター見てる時にさ「うん?」って言った時あったよな。でもなんもないやって言った時あったじゃん。なんか今いたかもというかさ、そううちの子供の顔覗く影みたいなのを一回見たなっていうのがあるんだよ俺。怖いんだけどこれですねっていうのが1個あったんで、それを「ん?」って言ったんだけどプライベートハウスで脅かすわけにもいかないなと思ってうんちゃんには言わなかったんだけど、そうっていうのがあったって、その話は聞ければ大丈夫だ。ごめんね、ありがとうね急に。ありがとうございました。でもさ、ごめんなさい。はい。コラボ中？そうなの。すいません。お世話になっております。飯塚です。すいません。お世話になってお世話になっております。何今なんか言おうとした？今。日本人形？いわくつきの日本人形の話をプライベートハウスでしてた時に、めっちゃ大きい音鳴らなかった？あれでしょ？リビングの扉なんか叩かれた時でしょ？あった。あれが初めてのプライベートハウスで起こったちょっとなんか違和感だったかも。なんかいるみたいな。そうね。胸あたりの高さのところを思いっきり叩かれたんだとね。でその音が起こる前にブブちゃんも吠えてたし、そっちで。そうだね。あったね。なんか関係あったのかな。今思い出したけど。まあ今その2個だな。何の打ち合わせもなく電話してあったねの方がリアルかなと思って何も言わずに今いきなり電話したんだけど。なんか個人の撮影かと思った。ごめん、ちょっと今ちょうどコラボ中でっていうのでごめんね、ありがとうね。はい、すいません、ありがとうございます。ゆう先生お願いします。任せてください、やっときます。やっときます。ありがとうございます。またね、ごめんね。すいません。失礼いたします。それ、んって言った時も一旦モニターが荒れたんですよ。で、それを見てるんですけど、うちの奥さんもモニターがブッて荒れてもう一回普通の映像に戻った時にはもうなんもないやって思ってたんですよ。そしたらゆっくりなんか結構でっかい影がで子供の顔こうやって覗いてるみたいな、いろんなその心霊経験みたいなのをしてきちゃった分一家で済ませちゃったんですよね。慣れてますしね。そう慣れてるってのがあっていいやと思ってバッと見たわけでもないし目の前で見たわけでも大丈夫かと思ってたんですけど、今思えばそいつはいたなっていうのと、さっきちらっと話したリビングに入る前のそういう扉ですよね。そこにある扉、あそこの胸の高さのところダーンって一回叩かれて、それの2個がいまだにやっぱちょっと気にはなるなとは思ってありました。プライベートハウスで何かが起こってるではなくて俺だって思ってたんですよね。そうですね。なんかその家ではないなっていうのは言ったんですよ、奥さん。さっき話出たと思うんですけど、そうですよね。俺かもっていうのは言っ
てはいたんで、3体ついてる中のやつなんじゃないかなっていうのは。そうですね、確実にそのベビーモニターカメラをなんかやってたのは、その多分見てるそのでかい、その黒い女性な気はします。私がパッて見た時も、うわ嫌なのがついてるってやっぱ一番最初に目に入ったのは黒い方なんですよ、でその後にこの右肩に手が乗っかって1体、あとここからちょっとこう頭を覗かせてるのがもう1体だったんで、全部女の子。そうなんですよ。で、やっぱこのでかい1体のその気持ちだったりとか、ついているつき方っていうのが吸収しようじゃないですか、だから吸収しようとしてるものがついてるってことは同じ気のものが寄ってきてしまうんですね。じゃあ私も吸収しよう、あやかってるみたいな感じなんですね。優しい、そうです、霊じゃないというか、類は友を呼ぶみたいな状態になってるので、あいつかもなーみたいなやつは確かにいますね。そうです、あいつかもなーは、いるな。頼んでもいいですか？もちろんです。もうこれはちょっとどうにかしたいんで。そうですね、ちょっとあれもじゃあ早速あちらに移動して、そうですね。飲まない方がいいですよね。あれ飲まない方がいいですね。ですよね。はい。あそこにあんのよ。マジであそこにあんのよ。今回初めてですね、霊からの影響が全部じゃないよっていう動画になってるというか、やっぱりその人の気の流れ、八方塞がり、厄年、いろんなものが揃って消化せずにそのまま続いてしまうと 50% 全体運が削れる。でその削れる中に結界が開いてしまって、霊が入りやすい状態になるっていうことにさらに続いてしまう。で 100%実は入り口が霊じゃないんですよっていうことが、もしかしたらシルクさんの方での動画では結構初めて、あんまないですね。そうですね、の展開だったのかなとは思いますけど、でもそのついてるやつ3体は確実に霊だと思うんで、こいつをどうにか一旦しましょう。そうですね、こいつをどうにかしたいなっていうのはありますね。もうやっちゃいましょう。お願いします、ちょっとやりましょう、お願いします。お願いします。Sawandawa saratan sindama karo siraswate antarata kamma Omak sawandawa saratan sindama karo siraswate antarata kamma重曹衝動薬食害信者燃費観音力現受講本人重曹衝動薬食害信者燃費観音力現受講本人全部下に向かって吐き切ってください。苦しく感じるまで吐き切ってください。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。これでどうにかうまくいけたらいいな。一回下がったらあと上がるだけというね。そうですね。はい。すみません、ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、飯塚優先生のこのチャンネルもね、ぜひともよろしくお願いします。マジでいろいろと起きすぎてしまったので、まあ言ったら緊急除霊ですよね。そうですね。そうですよね。はい。緊急除霊という形でやらせていただきました。ぜひともチャンネルのグッドボタンよろしくお願いします。お願いしました。その行く時も怖かったら一緒に。その時には渡しますから。おりんの方。おりんを。ありがとうございます。みんなを助けられる。そうですよね。自分でもみんなもね助けられるようにと。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。セカンダリゲームチャンネル X インスタグラムをやってるぜ。グッドマークから見てってね。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー。